皆さん、こんばんは。お休み前の静かな時間、いかがお過ごしですか？こんばんは、高橋遥人です。今日もこのチャンネルに来てくださって本当にありがとうございます。山本春人です。今夜も温かい飲み物でも飲みながら、のんびり聞いてくださいね。遥人さん、今日のテーマは何でしょうか？はい。今日のテーマは、癒しは努力からではなく、余白から始まるです。わあ、なんだかとても素敵な言葉ですね。でも、余白という言葉、少し難しいかもしれないので、簡単に説明してもらえますか？そうですね。余白というのは、何もないスペースのことです。例えば、ノートの文字が書いていない白い部分のことですね。ああ、なるほど。白いスペースのことですね。はい。心の中にもその白いスペースが必要なんです。今日はそのことについてゆっくりお話ししていきましょう。はい。日本語のリスニングを練習している皆さんも、リラックスして聞いてくださいね。聞き流すだけでも大丈夫ですよ。それでは始めましょさて、皆さんは最近疲れていませんか？もう、きっと疲れている人多いと思います。実は私も最近なんだか頭がずっと重くて。そうですか。それは大変でしたね。私たちは疲れた時、もっと頑張って元気に戻ろうと思ってしまいます。例えば、もっと勉強したり、もっと本を読んだり、栄養のあるものを無理してたくさん食べたり。確かにそうですね。早く元気にならなきゃって焦ってしまいます。疲れているのに何もしないのがなんだか悪いことのように思えて。そうですよね。その気持ち、すごくわかります。でもね、コップをイメージしてください。コップの中に水がいっぱいに入っています。これ以上、新しい水は入りませんよね。はい、溢れてこぼれてしまいますね。そうなんです。心も同じなんです。疲れているとき、心の中はストレスや考え事でいっぱいになっています。そこに元気になろうという新しい努力を入れようとしても、もう入らないんです。だからまずはコップの水を減らさないといけないんですね。その通りです。心の中に何も入れない時間、つまり余白を作ることが大切なんです。なるほど。努力するのではなくてスペースを作る。なんだかそれだけで気持ちが軽くなります。ここまでは余白の意味と心のコップについて話しましたね。はい、次は別の視点から考えてみましょう。ヒトさんは生活の中でどんな時に余白を作っていますか？そうですね。私は朝コーヒーを入れる時間です。お湯をゆっくりポタポタと落とす時間。その時間はスマホも見ないし、今日の予定も考えません。ただコーヒーの香りを楽しむだけです。
素敵ですね。コーヒーのいい香りがこちらまで漂ってきそうです。ほんの数分ですよね。はい。多分、3分か4分くらいです。でも、その数分の余白が、一日を穏やかにしてくれます。私はどうしてもスマホを見てしまうんです。朝起きてすぐにスマホ。夜寝る前も布団の中でずっとスマホを見てしまいます。それは、よくありますよね。現代の生活は、情報が多すぎますから。でも、スマホを見ているとき、脳はずっと動いています。休んでいるようで、実はとても疲れているんです。ああ、だから寝ても寝ても疲れが取れなかったんですね。スマホを見る時間は余白ではないんですね。そうですね。むしろ、コップの水をもっと増やしているようなものです。そうだったんですね。ちょっと気をつけたいです。ええ。少しずつでいいんですよ。ここからは、もう少し深く考えてみたいですね。では、私たちはどうやって余白を作ればいいでしょうか。まずは何もしないことを自分に許してあげることです。日本人はよく何もしないのは怠けていると思ってしまいがちです。でも何もしない時間は心を回復させるための大切な時間です。怠けているのではなくて、回復している時間。そう考えると、罪悪感がなくなりますね。はい。だから1日に1回5分だけでいいです。スマホを別の部屋に置いてぼーっと外の景色を見てください。風に揺れる木の葉を見たり、雲の動きをただ見たり。それなら私にもできそうです。散歩の途中で公園のベンチに座ってただ風を感じるのも良さそうですね。ええ、とても素晴らしい余白ですね。日本語の勉強も同じです。毎日、完璧に文法を覚えようとすると疲れてしまいます。たまには、教科書を閉じて、日本語の音をなんとなく聞く。意味がわからなくてもいいや、と力を抜く。その力を抜いた時間に、言葉のニュアンスがスーッと入ってくることもあります。ああ、それすごくわかります。頑張りすぎている時よりリラックスしている時の方が言葉が自然に出てきたりしますよね。そうなんです。学びにも余白が必要なんです。なんだか勉強ももっと楽しく続けられそうな気がしてきました。そろそろお別れの時間ですね。今夜は余白についてお話ししてきました。皆さん、少しのんびりした気持ちになれましたか？はい。今日も温かいお話、ありがとうございました。聞いている皆さんも、ぜひコメント欄で感想を教えてくださいね。皆さんはどんな時に余白を感じますか？はい。楽しみに待っています。今日はこのラジオが終わったら、スマホの画面を消して、部屋の明かりを少し暗くしてみてください。そして暖かいお布団に入ってゆっくり体を休めてくださいね。静かな夜をお過ごしください。おやすみなさい。おやすみなさい。